はい。こんにちは。横山夫婦です。はーい。はーい。えっと、もうすぐ、またね、ワークショップやろうと思ってるんですけど、またね、皆さんに楽しんでもらえるように。ちょっとヒーリングに、ビジネスとか関係ない、ヒーリングと現実創造に特化したワークショップで、うん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 。いつもの、ヒーラー夫婦ですね。うんうん。まあ別にね、こっちにビジネスやりたい人が来ても全然いいはいいんだけどね。そうなんだよね。うんうん。でも、まあ結局、何を現実創造させるにも、まあオーダーと癒しは必要だよねっていうところうん。をずっと特化してやってきていて、はい。で、もちろんさ、結果を作るにはさ、大前提として、うん。行動がいるんだよねってそうだね。思うの。なんか引き寄せってさ、なんか突然現れて、ポンポンと不思議なように物事が進んでいきました、みたいな話もあったりするから、うんうん。なんか別に行動しなくても引き寄せちゃうのかな、みたいなイメージも若干あるんだけど、うんうん。でも実は、やっぱり、この地球っていうところで生まれてる以上、やっぱ行動が伴ってるんだよねって、横に行動っていうのはセットになってるよっていうのは、なんか周知の事実と言いますか。ただそのね、うん。なんか突然流れが起こって、で、そこに乗っかって、ちょっと行動するとガーッと動くみたいなね。うん。そんなすごい大変な行動をしてるわけじゃないんだけどっていう。そう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 。そこがポイントですよね。そうそうそう。それで、だからそんなに大変な行動をしてるわけじゃないんだけど、行動をしているっていうことを、これがなんかテーマになっちゃうなっていうふうに、うん。今回私は気がついてしまった節がはい。あったんだよね。さっき言ってたのは行動に関するパラダイムシフトだと。そう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 、今回のテーマとして、パラダイムシフト。3つぐらいパラダイムシフトしたら、現実創造できる人になっちゃうんじゃねみたいなうん、うん。ポイントを掴んでもらうっていうワークショップにしたいなと思っていて、はい。その一番大きいなって思った行動のパラダイムシフトと、はい。まあ、大きいっていうかな、三つとも全部大事なんだけどね。うん、オーダーと癒しはもう本当に大事なんだけどっていう。うん、うん。今回、なんで行動なんだろうなって思った時にね、はい、はい。まあ、6ヶ月のコースの方に来てくれてる人、6期がね、終盤で終わったので、みんながどんな風に変わってったよとかっていうお話があってさ、うん。いっぱい、こんな風に変わりましたとか、なんか、いろんないい報告を聞けたんだよね。すごかったよね。うん。皆さん、うん。現実とか意識がガラッと変わってたよね。うんうんうん。っていう。まあ、たった6ヶ月だから、この先も変わっていくのは間違いがないなって思うんだけど、でも、たった6ヶ月なんだけど、こんなにも変われるよねっていうところもあってさ。で、参加した方が、うん。やっぱこんだけなんていうか、がっつり取り組むと変わるんだな。うん。世界って変わるんだな。うん。と、うん。あとやっぱり、こんぐらいがっつり取り組まないと変わらないんだなと思って。うん。うん。ね。これまでやってきたレベルのことではやっぱり変わらなかったね、みたいに。うん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 。こんな変わっちゃう。だから、それもやっぱ行動したからだよね。そう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 。で、みんながどんな行動をしたんだろうっていううん。目線で見てみると分かりやすいかなって思うんだけど、なるほど。多分やったことってさ、自分自身の、まあ、インナーチャイルドだよね。はい。自分の中で何が、何がどういう仕組みになって気持ちや感情になってるんだろうとか、悩みが出てくるんだろうとか、うんうん。うまくいかないのはなんでなんだろうみたいなことを自分の内側にイメージや感情があって、そのイメージや感情が癒されたり、変わっていくことで、オーダーが変わるから、現実に、変化が生まれてくるっていう、まあ、ざっくりね、うん。簡単に言うとそういうことなんだけど、で、そのためにしたことが、こう、自分の中をよく観察するっていうことだったりとか、うん。
あと、私やカズさんの力も借りつつ、ヒーリングっていう癒しをしたりとか、うん。でみんなでヒーリングし合ったりとか、うん。で、あとは、なんだろう、ブロックみたいなところ、うん。自分が持ってるブロックみたいなところも、どんなブロックがあるんだろうみたいなものも同時に見ていくし、うん。で、私は、あ、こういうふうに思い込んじゃったし、こんな傷があったから、こうしようって強く思っちゃったんだとかね、例えば。うん。だけどそれって今も採用するべきことなんだろうか、あ、違った、みたいなブロックを外すだったり。うん。で、感情と体に紐づいちゃった不安みたいな、そわそわとか、なんか、どうしようもないもの、体に染みついちゃったものを癒しで、ヒーリングで取ってったりとか。で、オーダーってどうやってやるんだろうとか、日々の過ごし方はどうすればいいんだろうとか、うん。で、お家もパワースポットにしちゃって、お家は潜在意識がやっぱ出てくるから、そこの結果を変えることで、潜在意識変えて、現実を変えていこうっていうアプローチだったりとか、なんか使えること全部使って、講座をただ受けてるだけのようでいて、ものすごい、今までと違うことをやってる。今までの半年の過ごし方と、コースに入ってもらった時の半年の過ごし方って、やっぱ違う行動をしているっていう。でもじゃあ、実際自分が受け手だったとしてね、うん。もう場があるじゃない、そこに。うん。場があるから、なんか、一見、講座聞いてるだけとか、で、その中でワークをしてみるとか、で、もちろん自分とも向き合うし、自分のことも見るんだけど、なんて言うんだろう。自分から何かを頑張ってやってるゼロから頑張ってやってるわけじゃないってことだよね。もうすでにそうそうそあるもうそう。のに乗っかって、うんうん。ちょっと行動するだけで。うんうん。でさ、みんな最初は慣れてないからさ、あ、これなんか、いろんなものが出てきたりとかも全然するし、で、それも受け取ってもらえたりとかしながら、あ、じゃあこういう風なアプローチかな、こうかな、みたいなさ、助言をもらいながら、着実に進んでいくみたいなことをするんだよね。うん。で、私がね、お掃除風水とかに出会った時うん。とか、ボイジャータロットに出会った時とか、断捨離とかした時に、なんか難しいことをいっぱいしたかって言われると、そうではなくて、なんか面白かったの。まあうん。確かにちょっとなんていうの、片付けのスイッチを入れるっていうのはさ、なんかまあ、ちょっとしたなんて言うんだろう。思い切りというか、時間取ったりとか、せーのっつってさ、心作ってとかはあるんだけど、ちょっと気合がいるよね。うんでも、やっちゃえばさ、楽しかったりとか、うん。できるところだけやるとかでもいいし、みたいな、いう、なんかそういう、私は楽しかったなって思うの、あの頃。うん。ボイジャーとかお掃除グースに出会った頃。あとヒーそうそう。リングとね。そう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 。いや、僕も楽しかったね。やっぱ未知の世界をさ、うん。あと探求してる感と、どんね。どん新しいことを学んでる感と、うん。あとやっぱこれをやっていけば確実に人生変わっていくっていう確信がなんかあったの。なるほどね。うん、だからそこはもう喜びとかワクワクしかなかったから。うん。私はね、確信はなかった。あ、そうなのね。お掃除風水とかね。断捨離とかね。ほうほうほう。そうななんか、んだね。うん。なんかすごく信じれてたかというとそうでもなかったかなとはうーん。思うんだよね。でも、なんか希望はあったかもしれないね。うんうんうん。希望があってさ、楽しいかなとか、やってみようかなって思わなかったら人ってやんないじゃん。そうね。結局。そうね。うん。だからそういうことが、なんか私は行動だってあんまり認識してなかったあ、の。なるほどね。うん。ただ楽しんでやってましたっていう、そう。学びたいことを学んでまそう。したみたいで、あとさ、一見してさ、なんていうのかな。何か、じゃあ、例えば私シングルマザーで、えっと、パートナーが欲しかったりとか、な。うん。起業してみたかったりとかっていう夢うん。があったんだけど、うん。で、お掃除風水をするときに、まあ一応ね、その願いは
書けるは書けるんだけど、うんこの人間関係のエリアをやったらうまくいくかなとかっていううん願いはかけてやるんだけど、でも、なんて言ったらいいんだろうな。いろんな人に例えばじゃあ出会ってみるみたいなさ、うんうんそういう行動うんうんの方をガツガツやってたかって言われるとそうでもないなと思う。なるほどね。どっちかっていうと、うーんと、なんて言ったらいいんだろうな。だから一見そこを叶えるために絶対的な必要なものをやったかと言われると、まあ、世間的に言われる大切なことをやったかっていうと、そう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 、じゃあ起業したいってして、うん、勉強したりとか。うん、まあ勉強ぐらいはしたんだけど、じゃあいざ、どうやってお客さんを集めるのとか、何の仕事するのとか、どこでやるのみたいなことをやってみようと思ったけど、挫折しちゃったりとか、うん、結局日々に追われてしまったりとかしたんだよね。うん、うん、で、まあちっちゃい子供もいてさ、仕事もシングルマザーだからもう週5とか6とかでやってたから、どこでやるねんみたいなところもあったし、だからそっちの行動、アクションはしてなかったとも言えるんだよ。だけど、そこでぐるぐるしてたんだよね。だから行動が、例えばできないとか、やってみても続かないで終わるとか、なんていうのかな、行動し続ける。そこに対してやるっていうことの行動をし続けるみたいなことをしてはいなかったなと思うんだよ。でも、願いが叶ったりとかするときって、自然と、例えばね、私が仕事ができるようになったうん、時に、自然とじゃないんだけど、仕事ができる流れが生まれてたりとかうん、したんだよね。うん、で、その流れが始まったら、次々に、流れが途絶えなくなってきたりもしたわけ。うん。みたいなのが、生まれてきた。なんか、無理くりじゃなくて、行動できるようになっていったみたいな。後押しがあったよね。そうそうそう。流れが生まれて、そこに、すごい0から100まで頑張りますとかじゃなくうて、ん、なんか流れの上に乗っかって、うん5とか10とか動いてるぐらいですみたいなうん、感じっつうの。うん、それ以外のことを家片付けるとか、うん、自分と向き合ってヒーリングするとか、気分よく過ごすとか、うん。そっちの方の行動をやってた感じだよね。そう。言いたかったのは、ほんとそこで。でも確実に、現実を作るっていうのがどういう行動が必要なのかって言ったときに、それまでと同じ行動をしてたら、同じ習慣と同じ行動をしてたら、絶対にそのまんまだと思うのよ。うん。その世界を抜け出せない。抜け出せない。だって、人は大体習慣で動いてる。に、毎日の日常の中の何割って言ったっけね ?9 割、8割だか9割ぐらいはさ、もう習慣で動いてるみたいなのがあって、だから、要は今までやっている行動と違う行動をするっていうことが一つキーワードにはなっているのね。なるほどね。だから、日常を変えていくっていううん。こと。しかも、エネルギーが軽くっていうのかな。自分のできることだったりとか、やってみたいなとか楽しそうだな、みたいなことで、毎日の過ごし方を変化するっていうことを作るっていう行動が新しい未来を生み出すっていうそうですことなのね。よ。そうですね。なるほどね。確かにそうだったね。そう。で、それをしてるんだなって思ったの。変化する前にそれをうん。いしてるんだなって思ったや、本当にそうだわ。の。自分の脱サラする前の1年半を思い返すと、うん。めっちゃ今までやったことないことやってたわ。うん。今言われて、そっかってなのかな。うん。その時にやっぱ今まで存在していなかった場にいたねっていう。ね。うん。なんか違う行動をしてるとき。
うん。なんだよ。だから私も、ボイジャータロットだったりとか、うんお掃除風水みたいなのをやり始めた時があったんだけど、うんそれ今までやってなかったんだよね。うんで、それを、勉強してみようって言って、楽しそうって言って、受けたりしたわけよね。で、そしたらさ、友達にやってみようかな、ボイジャーとか、うん例えばね、じゃあ家の中でどこができるかな、何ができるかな、みたいなので、ちょっとずつ生活の方に浸透していったのよ。うんで、今までの、その行動が組み込まれてない時の私は、仕事をしてない時に不安をしたりとか、不安で、この先どうなるんだろう、私なんか何もできてないなとか、なんかパートナー欲しいけどさ、とかさ、あの人からの返信はないし、とか、なんかそういうことばっかりにエネルギーと時間を使ってたの。仕事以外のところでね。うんで、まあ仕事が主にを占めてたんだけどさ。で、あと子供とも接するとかの以外の残りの時間の思考とかエネルギーをそこに向けてた、不安の方とか。に向けてたんだよね。なるほどだから不安、悩み、まあ、私の場合予期不安とか自己否定とか、うんみたいな方に使ってたと。で、それを、ボイジャーの勉強だったりとか、お掃除風水やってみよう、みたいな。で、クリスタル2000円とか安いのしか買えないけど、買いに行ってみようとか、うんで、100均で買ったボードにそれを飾ってみようとか、そういう行動とエネルギうんーを違うことに使い始めたんだなって思ったのね。ああ、なるほどね。そしたら、そうじゃん、行動が変わるんだから、結果も変わるやんって。うんで、みんな勘違いしちゃうよねって、私もはってなったんだけど、うんこれにね、気づく時にはってなったんだけど、うん大体が、やっぱり、うまくできないから、それをうまくやろうみたいな。例えばさ、じゃあ、私、コーチングとかセッションとかがうまくできないから、うまくできるために、なんか、もっとやろうとか、何かを勉強しようとか、なんかそういう方に、どうしても自分ができるようになろうみたいなさ、ところに行きがちに。できてないから頑張らなければ。そう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 。でも、そんなに簡単にその日常を変化させるっていうのって、まあまあ難しかったりするから、うんまあ、結局似たような生活を送ってしまったりとかするんだけど、っていうね。うんその考え方では抜け出せませんよっていう。抜け出してそうそうそうなかなか難しいですよ。そう、なんか欲しいって思うものって今ないから欲しいって思うことだから、やっぱりないのエネルギーがありながら、こうしたらいいのかなっていう風になりがちうんなんだけど、そこじゃないアプローチは行動に見えないじゃん、一見。なるほどね。頑張って克服しようっていうのが行動そうそう、だと我々思ってそうそうそうるんですけど、そうそう。だからその問題があって問題を解決するための分かりやすい行動をうん。やってるときはなんかやってる感もあるし、そうそうそうまあそうそう。そこをこそやらなければいけないと思っちゃいがちだけど、うん。そこじゃないよ。そう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 あ、そう。これは確かにパラダイムシフトだね。そうだよね。で、同じようなことは多分、うちらは言ってたとは思う。うん癒しをしないと、オーダーして行動しようと思っても、難しいんだよってああ、なるほどね。言ってはいたんだけど、うんでも行動っていう、視点から説明していくと、また面白いんだなって思ったし、なるほど。っていう感じ。そう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 。それで、わかりやすい例えだな、ああ、視点だなって例思ったんでえ話もす。すごいな。僕も今の話聞いてて、やっぱりその脱サラ前のことを、うん。脱サラするまでにヒーリングに出会ってから脱サラするまでに僕1年半ぐらいかかったんだけど、うん。で、やっぱその間の1年半はめちゃめちゃね、濃密に違う行動をやってましたね、と思って。あの時の自分ってやっぱ今考えると異常だったんだけど、うん。なんでそっち側にそこまで振り切れたのかなってよくわかんないんだけど、うん。めちゃめちゃやっぱそのボイジャーとかヒーリング講座とか、うん。いろんなものの環境にどっぷり使ってたねと思って、うん。でやっぱなんかあったんだろうね。
へえ。まあ、ブロック外れてスイッチが入っちゃったんだろうけど、うん。で、なんかそこまで、で、同時に思うのは、やっぱそこまでの密度と、うん。なんか量とか振り切り具合にいける人ってなかなかいないよな。うんうんそのうん講座を受講してる立場で、うんというぐらいの場で再受講めっちゃ通いまくったり、うんうんなんだったら先生のアシスタントしたりみたいなことで、うんうん。そういうことで僕はそういう場にめっちゃ僕関わったんだけど、なるほどね。だからやっぱね、やっぱちょっと一つは、ただ受ける側だけじゃなくて自分がもうやる側っていうかな、教えるとかセッションする側とかうんうんの方にうんいち早く身を置いたっていうのはめっちゃ重要だったなと一つうん思って、うんうんで、ヒーリングコミュニティでもやっぱりさ、セッション練習お互いにやり合いましょうみたいなうん場に、うん最初皆さんあんまり来たがらないんだけうど、んで、億劫だしやりたくないっておっしゃっている方がいてね。うんで、億劫ってなんでだと思うって聞いてったら、うんよくよくご自分の内側を見ていただいたら、あ、うんなんか私の不完全なセッションとかで迷惑をかけてはいけないみたいな、うんそういうまあブロックとか傷があってさ、うんだから実際億劫なんじゃなくて怖かったんだっていううんことが分かってきたんだけど、でもそれ後から振り返ってなんだよね。うんで、その方がそこを乗り越えてセッションをやる側になった時に、やっぱり目の色が変わったんですよ。うんで、ヒーリングとか現実創造に関する見え方も全然変わっちゃったのね。うんで、やっぱりセッションをやってもらうだけの側じゃなくて、できる側に立った時に、うん現実って自分で作るんだな、本当に、みたいなこともなんか分かっちゃってさ。うんそれからその人の現実ってえらい変わっていったから、うんなんか僕もそういう行動みたいなのも、うんそれって実際例えば恋愛とか、うんやりたいお仕事の起業とかに向けた行動には一見見えないよね、確かに。だけどそのことでその方のいろんな現実が本当にガラッと変わっていっていて、うんなるほどねと思いました。うん世間で言われる行動をしようっていうのが、実は結構ずれてるんだなっていう。そう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 。あとなんか、やっぱり、ずれちゃうよねとも思うの。そうだよねっていううね。ーん。気持ちめっちゃめちゃわかるはわかるし、みたいな部分もあって。うん。うん。まあもちろんそのね、目的と一直線につながってるように見える行動もうん。めちゃめちゃ必要なんだけど、うん。でもその前の土台としてやっとく行動がありますよね。そうだね。波動を整えたり、まあ場のエネルギーを整えたりするためにっていう。そこができてる人は、その直接的な行動をガーってやったら結果出ちゃうんだろう。うん。そうじゃないところでもがいてる場合はちょっと待ってっていうね感じなのかな。まあ、もうちょっとね、いい感じに言語化できてくるのかなとは思うかなんら。これはだって今度やるワークショップの本当にラフプランを2人で考えた後の、うん。まだ完全に固まってない段階での話なので、そうだね。まだまだドラフト版って感じなんだけど、荒いんだけど、うん。でもなんか、僕はよくわかりました。わかりました。伝わった。聞いてる人でね、どういうこととかですね、こういうことなのかなとか、うん。気づきとか疑問とかあったらぜひまたうん。フィードバックいただけると。はい。それでこちらのもまた研ぎ澄まされていくみたいな感じがあるんでね。ぜひ聞いて感想とか質問とかお寄せください。まあ、この件についてね、そのワークショップでもまたわかりやすく、お話しできるといいなと思っておりますし、体感もしてもらえるようなものを作りたいなと。今度はヒーリングもオーダーもプラス行動にフォーカスが当たるから、かなり現実動くワークショップになりますね。いや、そうだと思う。で、今までのイメージの行動ではないから、それも楽しいしね。あと、我々のヒーリングとかオーダーに関する、認識も相当レベルアップしてるから、半年以上経っているよね。8ヶ月くらい経ってるのかな。その辺もぜひ、前参加された方も、もう全然違うものになると思うんで、ご期待ください。はい。はい。はい。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。